はい、こんにちは、岩根です。ですね、今日は、リクエストをいただいたっていうことで、僕の作画っていうか、お絵描きの環境、画材なんかの紹介をちょっとしてみたいなと思っております。で、今この写ってるやつなんですが、これが主に、コピックなんかでお絵描き配信をするときに使ってる机っていうか、正確に言うと、メタルラックなんですけども、それを机代わりにしております。で、一番上にはエアブラシがあるんですけども、これはもう最近ほとんど使ってないですね。もともとはプラモデルなんかに色塗るために買ったやつで、もちろんイラストにも使えるんですけども、あんまり使ってなくって、現状電源も抜いてあります。それでここら辺紙類ですね。紙はいろいろと取り揃えてはいますが、これもまた後でご紹介いたします。で、こちら、奥にあるのが、資料を見るためのノートパソコン。で、これ配信用のカメラ、ビデオカメラですね。でも、ここにがっちりと取り付けてあって、もちろん外せるんですけども、基本的に配信にしか使ってない感じです。で、この下の机の天板っていうか、この白いところが、カメラで映る範囲っていうことになってます。なので机に対して僕かなり斜めに紙を置く癖があるので、相当斜めですね。で、こちら、コピックがずらっと並んでおります。で、正確に何色ぐらいあるかちょっとよくわからないんですけども、多分130とか40とかそれぐらいじゃないかなっていうふうに思います。入れてるこの透明の箱っていうか、これは無印良品で売ってるやつ。これを縦に2つくっつけて、使っています。なので、僕大体コピックチャオがほとんどなくって、大体はコピックスケッチなんですけども、こういう置き方をするっていう前提で言うと、チャオだとこう数字がよく見えないっていうのがあって、なるべくスケッチで揃えるようにしています。僕のツイッターをフォローしてくださってる方だったら、なんとなく分かってるかもしれないんですけども、アナログのカラーイラストを描くときに、僕が一番よく使ってる画材っていうのがこちらの、コピックです。しかもそのコピックの中でも、種類としてはこのコピックスケッチって言われてるやつで、この見たところ楕円になってるっていうのが特徴です。で、もう一つポピュラーなものでは、このコピックチャオっていうタイプもあるんですけども、実は筆先は同じです。全く同じで、何が違うかっていうと、この軸が違う。要するに中に入ってるインクの量が違うだけなので、このコピックチャオの方が若干インクが少なくて、その代わり買いやすい値段がお安く設定されてますんで、資金的な問題があるっていう場合はこちらで色数を揃えるっていうのも一つの手ですし、インクを最終的には継ぎ足して使うことになると思いますんで、こういうふうにね、インク別売りのやつをインクがなくなったら継ぎ足して使うっていうふうになりますんで、個人的にはスケッチの方で揃えてしまってもいいのかなっていうふうには思いますが、そこら辺はそれぞれの、懐事情に応じて、対処していただければいいのかなと思っております。基本的な塗り方は、スケッチもチャオも同じで、こういう筆タイプの、僕はこの筆タイプの方、反対側このまっすぐになってこういう感じなんですけども、どちらかというとやっぱり僕は筆タイプの方が塗りやすいんで、こっち側メインで使っております。で、詳しいコピックの使い方に関しては、こちらの動画で、説明していますので、もしコピックに興味を持たれた方はぜひこちらの動画もご覧ください。説明欄の方に、リンクも貼っておきます。あとはコピックで使うペンのご紹介をしたいと思います。これ、スケッチブックっていうことになってるんですけど、比較的安いやつですね。これちょっと丸マンかな、丸マンのスケッチブックで、
まあ画用紙ほど気を使わずに済むっていう厚手の紙かといってコピー用紙よりはちょっと書きやすいっていう感じです。でペンなんですけどもこういう感じ、僕が使ってまあねこれね同じのがたくさんあるんですよ実は。で基本的には僕はこの黒の 0.5 っていうのがメインです。で線を強調したいところにこの BS コピックマルチライナー使ってます。であとはまあ気分に応じてこういう茶色とか、緑青赤なんてペンを使ったりもしますけども、基本的にはこの 0.5 ミリこれでこういう風に絵を描くことが多いです。こういう感じですね。まあ特に癖もないので、割とおすすめできると思いますし、これぐらいのサイズの紙に書くんであれば 0.5 ぐらいがまあいいかなって。もっとね太かったり細かったりいろいろあるとは思うんですけど、で線の強調したいところはこの筆ペンですね。 BS、B の M になるとちょっと僕は太すぎてちょっと使いづらいかなっては思います。まあそれ個人的な意見です。でこういうふうにちょっと太くしたいところをこの BS なんかで強調します。ペン入れはほとんどこれでやってますね。コピックマルチライナーです。でホワイト、全部仕上げてから、この白を入れたりする時には僕はこのポスカ2種類使ってるんですけど、基本的にはこちら太い方マルシン中字っていうやつを主に使っています。まあこれはイラストのサイズとかによっても変わるんでしょうけども、僕の場合は、このポスカという感じですね。であとペン類で言うとこれ筆ペンです。でペンテルですね。ペンテルのアートブラッシュっていうシリーズでこういうやつ、いろんな色が含まれてます。ちょっとね違うペンもあったりするんですけども、こういう中で全部で20色ぐらいあると思うので、多分全部はないと思うんですけども、結構持ってます。ではっきりした色が多いんで、細かい描写には向かないんですけども、ちょっとした絵を描くときに重宝します。でこのグレー、まあ本当は陶式の時に名前書くようなんでしょうけども、こういうのでどっちかっていうとこう下書きを軽くして、もうだからもうこの筆ペンだけでイラストを描くっていう時にはでこう、まあ、例えばこういうふうな感じで大胆に太い細いをつけていただくとなんとなく上手に見える気がいたします。でこういうふうに書いた後、まあ本当はよく言えば乾いてからの方が乾く前だとねちょっと汚くなりそうなんですけども、こういう感じで影なんかを明るいところ入れるほどの、薄い色はないので、まあ、割とポイント的に色を入れるとかっていう時に役立つと思います。でこれペン軸のところ、これが替えペンっていうか替えのインクになってますんで、こう切れたら新しいのをセットするっていうことで、長く使うことも可能です。だからこれね色紙とかに書くときになんとなく大胆に書くと上手っぽく見えるっていうのがいいところで、昔はこれで結構イラストを描いたやつをツイッターにアップしてたりしたんですけど、最近はあんまりやらないですね。まあでもこういうお絵描きも楽しいのでぜひ。こちらは水彩色鉛筆ですね。でメーカーの方は
実は2つメーカーがもうぐちゃぐちゃになってるんですけども、1つはプリズマロで、もう1つがファーバーカステルで、これが2つのメーカーがもうめちゃくちゃになってるんで、もうどれがどれかはよくわからないんですが、水彩色鉛筆っていうのはまあその名の通り通常の色鉛筆と同じように書けます。だから基本的には色鉛筆と同じ感じで使うことが可能です。水彩色鉛筆っていうだけありまして、こういう筆に水をつけてこうやると水彩絵の具のように溶かして塗ることができますんで、僕どちらかというとこれそのもので絵を描くというよりは、水彩絵の具で絵を描いて、でディテールをこれで入れる、でちょっとぼかしてやると水彩絵の具のディテールを描くのによく使ってます。絵の具だけだとどうしても筆が太いんで、あんまり細かい描写僕はあんまり上手にできないので、そういうところはこういう水彩色鉛筆を使ったりします。こちらの方で、メーカーとしてはホルベインの、絵の具です。全部ホルベインですね、基本的には。で実際に使う時にはこのようにパレットに、出して、もうこれは本当に乾燥させてあります。なのでこれを水で溶いて色を塗っていく。まあこれはお好みでいいんですけど、僕はこういう風にして、もう色は全部あらかじめ固めた状態にして、使う色を水で溶いて塗っていくっていうやり方で描いております。とにかく他の絵の具に比べてコストパフォーマンスがいいですね。本当にこのチューブ1本買うとなかなかなくならないんで、あんまりお金をかけたくないっていう人には水彩おすすめできます。では次に紙のご紹介をしたいと思います。で僕が一番よく使ってる紙がこのアルビレオっていうタイプのこの B5 サイズです。でこれはまあ比較的安く手に入って、もともとは水彩用なんですこれで。ブロックタイプっていうのはこれがね全部4ペンがのり付けされてるので、水彩で水でびしょびしょにしても乾いたら割とまっすぐな、完全にまっすぐにはならないんですけどもかなりまっすぐになるので、水彩画を描くっていう方は、このブロックタイプおすすめです。これを愛用してる理由っていうのが、水彩コピック色鉛筆どれでもなんかそこそこいい感じに発色してくれて、なおかつ値段がお求めやすいっていうところが気に入っています。本格的に水彩絵の具で描きたいっていう時にはこのアルシュっていう、これはものすごく高い紙なんですけども、これもブロックタイプになって、これもサイズ、B5 のやつを僕は使ってるんですけども、水彩の色のボケ方が綺麗です。でその一方アルビレオに比べると表面のザラザラが強いので、いわゆるキャラクターもの線なんかで、描くキャラクターにはあんまり向いてないかもしれないんですけども、鉛筆と水彩で仕上げていくっていうリアルな感じのタッチの絵には非常にいい感じで描けると思いますので、これもおすすめできるんですが、ちょっとこれは高いです。まあ僕の場合はほとんどがアルビレオなんですが、一部こういう風に、これコピックの専用紙ですね。いろいろあるんです。特選上質紙、画学紙、画線紙、PM ペーパーなんていろんなタイプの紙があって、それぞれコピック専用に開発されてますんで、非常にコピックとの相性はいいです。先ほど言ったコピックの塗り方、使い方の動画の方でもまたそれぞれの紙についての、レポートもしておりますので、そちらも合わせて見ていただきますと、分かりやすいんじゃないかと思います。原画のお仕事用の道具っていうことなんですけども、まず一番メインになってる鉛筆ですね。
こちらメーカーは三菱の9800の B を使っています。まあ多分一番日本で手に入りやすい鉛筆なんじゃないかなっていうぐらい、大体どこの、コンビニとかスーパーに行っても手に入るやつです。でユニとかトンボとかまあいろいろ使ったことあるんですけども、結局なんとなくこれが使いやすいっていうのが僕の感想です。で色鉛筆の方は、三菱の880、まあ、これも一番普通に手に入る色鉛筆だと思います。使う色は、青、水色、緑、黄緑、橙、黄色、赤で、大体ここら辺の色を使います。でこちらが、仕事をしてる机ですね。これ今現在アナログモードです。一番前に、正面に見えるのが液タブです。でこちら、まあ、テレビビデオデッキなんかがあって、正面に、これ iPad、 普通の iPad ですね。でこちら側は iPad Pro、まあ、こちらで、主に設定なんかを見ながら書くことになります。でこちらが LED のトレス台です。でこちらね、軽くタッチするだけで電気が入ったり消えたりするんで便利なんですけども、こういう風な感じで、うっかりタップが触っただけで電気がついてしまったり消えたりしてしまうのがちょっと難点ではあるんですけども、まあ便利ですね。こちら配信用のマイクだから、通常デジタルで作業をしながら配信なんかしてるわけなんですけど、その時のマイクがこれです。でこのマイクなんですけども、ここを中心にこう動かすと、隣にある、最初にご紹介したアナログ机での、お絵描きの配信時のマイクはこういう風になります。だから簡単に、右に回したり左に回したりっていうことで、2つの机で、ストレスなく音声を拾えるようにしてあります。液晶タブレットをトレス台の上に置いた状態、この状態が、デジタルモードでのお絵描きであったり作画にの時のポジションになります。液晶タブレットはシンティックの 22HD タッチっていうやつですね。で一応タッチ機能があった方が便利かなと思って僕買ったんですけども、結局なんかいまいちこう誤作動が多くって、まあ手袋すれば済むのかもしれないんですけど、誤作動が多かったんで、結局のところタッチ機能をオフにして使ってまして、主な画面上の操作はこちらロジクールの G13 っていう、左手デバイスで行ってます。でパソコンの方はつい半年ぐらい前かなに新しくしまして、Core i9-1980XE、メモリが 128GB、簡易水冷のパソコンということで、僕の使い方としては無駄にハイスペックになってますが、まあこれからしばらく使うことになるんで、ちょっと性能のいいものにいたしました。ということで、僕の日頃のお絵描きまたは原画作業で、使っている道具であったり環境であったりっていうご紹介をさせていただきました。模写や自主制作アニメの素材などとして配信に使用できるオリジナルキャラクターを募集しています。必ず使用するとは保証できませんし、使ったからといって謝礼もできないんですけども、それでもいいよという方は Twitter の DM で送ってください。また質問や要望ございましたら動画のコメント欄にお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。